今季、レース参戦したんですけども、実は、国内のこのスーパー耐久は7年ぶりに参戦となりまして、しかもですね、当時のメンバーは、私も含めみんな高齢化してしまいまして、今回の、テーマとして、若いスタッフたちの教育も含めて、レースを戦おうということでまず始めました。で当然若いメカニック、タイプ1のメカニックもそうなんですけども、レース経験があんまりないものですから、やっぱりこのレベルの高いスーパー耐久で戦っていくにはかなり苦労するなと、それは私もみんなも予測しておりました。っていうので、レースの、一応目標としてはこのシーズン6戦戦う中で、メカニックのレベルであったり、車のレベルであったり、そういったところを全体的レベルアップして会社のレベルもアップしていこうと、そういう目的で始めました。ですのでちょっとあとは各レースごとに詳しくは説明しますが、その成長過程をちょっと皆さんも分かっていただければなと思います。そうですね、今シーズン、初戦でいきなり3位にうっかり入っちゃって、なんか俺たちいけるかもみたいな雰囲気になったんですけど、その後苦戦の連続で、もちろんそうなるだろうなと初めから思ってたんですけど、想像以上に最初がうっかり勝っちゃったんで、やはり心持ちとしてちょっと厳しいものがありました。でも最後の最後、後ほど原の方から説明もあると思うんですが、優勝勝ち取ることができたので、そのプロセス自体は非常に良かったなと思っています。皆さんお寒い中、スプーンコレクション2025に、来ていただいてありがとうございます。Welcome to Japan, welcome to Spoon, welcome to Spoon Collection 2025. Thank you very much. My name is Tarzan. 今年、この、スプーンのチームで戦えたことは本当に、すごく嬉しく思ってます。で、また細かいことは、この後いろいろ話したいと思いますので、今日一日よろしくお願いします。山田先生、ありがとうございます。三井選手、お願いします。はい、皆さんこんにちは。去年チーム最年少でやらせてもらった三井祐介と申します。Hello everyone, I'm the driver last year in Spoon. So, 僕は初めてこういう市販車で、レースをやらせてもらったんですけど、一緒にドライバーとしてもスプーンとしても成長してきた1年でした。その総括をいろいろ今回させていただくので、楽しみにお話を聞いていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、それではここから一戦一戦より深いお話をね、聞いていただきたいと思います。先ほど会からもありましたが、開幕戦、まさかの表彰台という、そういう滑り出しになったんですけども、実はですね、開幕戦は4月だったんですけども、レースカーが出来上がったのがその2ヶ月前の2月末だったんですね。でそこで、シェイクダウンをして、それで菅生に持ってって、レースということで、はっきり言って、今年 FL5 という新しい車を使ってレースをしたということもあり、車のデータもなく一から、サスペンションセットも始めたので、正直なところ菅生は後から山田さんに聞きますが、ひどいセッティングだったんです。原さんは甲斐さんもなんとなく今年いけるかなとかって開幕戦いけるかなと思ってたかもしれないですけど、もうドライバーとしたら絶対に勝ってやる、そういうふうに思ってましたし、結構いけるんじゃないかな
と思ってました。いで車もそんなにこうなんだろうな、ひどい状態ではな開幕にしてはテストもしたので、みんな同じ状況の中で、いけるんじゃないかなっていうふうには思ってました。でなぜやっぱり勝とうと思ってたかっていうと、我々スプーンのチームでアメリカのサンダーヒル25時間レースっていうのを2年やって、で1年目に勝つことが多分皆さんご存知だと思うんですけど、でそこでのやっぱりチーム力とか、なんですかね、ある程度やっぱり実践で証明された部分があるので、それを持ってくれば絶対勝てるんじゃないかなと、そういう思いで、開幕戦に挑みました。そんな熱い思いで挑んだ結果3位だったというところですね。そうですね、富士24時間レースというと、国内でいうと、一番過酷なレースとして、言われているレースなんですけども、先ほどの言いましたように、スゴまでは、シェイクダウンから正直ノントラブルで行けたんですね。なんですけど24時間なので、おそらく何らかのトラブルが起こるであろうということで、我々スタッフメカニックも含めて、全てスペアパーツを用意して、いつでも交換ができるように、まずは完走をしようという、そういう目的でスタートしました。それでですね、決勝、まず、山田さんスタートとしてスタートを切りました。でその山田さんが1時間15分走って、ピストン西澤さんにドライバーチェンジした直後にですね、まさかのこの1時間15分というところでミッションブローを起こしてしまいまして、そこで、リペアエリアという、修理できる、エリアに運ばれて、メカニック総出で、早くミッションを積み替えようということで、積み替えて、再スタートしたんですね。アメリカの、25時間サンダーヒル25時間レースで勝った経験があるので、長いレースは自信がありました。でその自信があったので、富士の、24時間レースもいけるんじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱりその思わぬトラブル、これはもうレースはやっぱり避けて通れないっていうか、これに関したら絶対的にメカニカル的な部分で、ミッションが壊れた、メカニックがダメだったので壊れたのではなく、ドライバーが下手でそのミッションを壊したんではなく、やっぱりいろんな要素がやっぱりいろいろあったので、経験としてレース、長くやっぱりちょっと離れてた、そういうのがやっぱり引き起こしたことなんじゃないかなと思います。でその24時間レースってシリーズ戦の中でポイントがすごく高かったんですね。このレースで勝てばポイントが普段のレースよりもやっぱり多くもらえるレースだったので、ここで落としたことっていうのは非常に痛かったなと思います。はい。ミッションを積み替えました。でそこから猛追が始まるんですけども、その時点ではもう夜間夜になってたんですね。でうちの、戦略としては、夜は若い選手に乗ってもらおうということで、今日来てる、三井君と小出君、2人が、ここから猛追の、レースが始まったわけです。でその時実は夜間ちょっと雨が降ってたんですよね。でその雨の中で、実は私はスリックタイヤをずっと選択しまして、その中この2人はかなりの激走を2クラスでいうトップクラスで猛追をしてたんですね。そのところ、三井君ちょっと感想などいただければ。そうですね、夜最初降ってなかったんですけど、徐々に雨が強くなってきて、で僕変わる頃には雨になっていて、
でもうその時にはもうワイパーをフルで動かさないと前見えないぐらいな状況だったんですけれども、まあ、その時にスリックで行くって言われて、マジみたいなスリックで行かされるんだ僕みたいな、はい、っていうのはありましたけれども、でもそのスリックの状況でもすごいその僕らの FL5 が速く走れて、っていうのはやっぱりローグリップの中でも、まあ、メカニカルグリップでちゃんとタイヤに仕事させてグリップを拾って速く走るっていう、それができていたので、まあ、トップ並みの速さ誇れましたし、で、まあ、仮にドライでずっと続いてレースが続いていても、僕らは速いペースで走れたんじゃないのかなっていうふうに思ってます。なんでトラブルはすごい悔しかったですね。そうですね。で、夜、若手ドライバー2人が頑張ってもらえたっていうのはやっぱりすごいことだと思います。そうですね。はいただですよ、ただ、ただはい、ただ、なんでしょう。私アメリカの、25地サンダーヒルで、はい夜ほとんどはい、私が乗ってはい、勝ちましたそれは。にもかかわらず、はい、夜は若手に乗せて、そこに、はいで私の信頼がなかったってことはすごくショックだと思います。1回目だけで2回ミッション壊れてるんで、もうそれでメカニクスにはみんな心折れるのかなっていうそのあたりよね。ね。僕はもう一回交換しようよって軽い気持ちで言ったらみんなすごい顔してたんで。まあ、この第1戦、第2戦で、まあ、サスペンションセットをセットアップしていくうちにですね、まあ、この2戦は、まあ、FF 特有の、まあ、アンダーステアが、まあ、結構ひどくてですね、まあ、そこをなんとか、まあ、ニュートラルもしくはオーバーにしていこうということで、まあ、山田さんだったり他のドライバーからリクエストがあって、でオートポリス行く前のテストとあとオートポリスの、フリー走行でちょっといいポイントを見つけ出したんですね。で初めて山田さんから「オーバーになったよ」っていう言葉を聞けるようになった。昨年戦った中で車のバランスは一番良かったんじゃないかなと。なので、まあ、これはいけるんじゃないかな、まあ、その通り実際レースも、いいペースでもうトップの状態で後ろを引き離してこのままいけるなっていうレースでした。はい、そうなんです。オープニングラップからトップを、まあ、独走しまして、まさに誰もがこれいけるかなと思ったんですけども、はい、まあ、スタートドライバー小出君が乗ってる時に、まあ、セーフティーカー、コース上でクラッシュが発生してしまって、まあ、セーフティーカーこうゆっくり先導するセーフティーカーが入ったんですけども、まあ、その時の、まあ、ピットインのタイミング、まあ、これはもうはっきり言って私の指示なんですけども、そのタイミングをちょっと逃してしまって、まあ、そこでトップだったのが4位に落ちてしまったんですね。で、まあ、レースってすごく、まあ、面白いところでもあって、やっぱり流れってすごく重要で、いい流れをそこでちょっとプツッと途切らしてしまう、まあ、そのやっぱ悪い流れっていうのはやっぱどうしても連鎖してしまうんですよ。で、まあ、ドライバーさんのピットロード速度違反があったりとか、あとはピットワーク、タイヤチェンジの時間がすごいかかってしまったり、まあ、そこでもやっぱり順位が悪いフィニッシュとなってしまった。私のピットロードの、速度違反っていうのがあって、でその、理由はですね、ピットロードの出口で、まあ、リミッターを大体60キロぐらいで走るんですけど、でそれを解除するんですよ。で私そのまあ、ポイントが解除されるポイントがあるんですけど、その線の先にもう一つ線があってですね、実はそこが解除のポイントだったみたいで、それを私がこう見逃してしまって手前だと勘違いして、そこからリミッターを解除してス
ピード違反になったっていうので、誠に本当に皆様申し訳ございませんでした。この場をお借りしてということで、はい。僕その山田さんの後にドライバー交代したんですけど、もうその時点でもう勝負権はないので、はいニュータイヤに変えるので、せめてファステストを取って、ぶっちぎりのタイムを取って、レースを終えて、はいスプーンの速さを証明しようと思いまして、はいで、アタックを始めたわけですよ。はいで、セクター1コース半周ぐらいまでもう完璧にアタックして決まって、そしたら無線で「すいませんピット違反なのでドライビングスルーお願いします」って言われて「この週じゃないとダメですか?」「ダメです、この週じゃないと」って言われて、そのアタック週完璧なアタック週を山田さんのせいでダメになっちゃったなっていうのが、僕のごめんなさいですね。この、三井君も最後もう相当なスピードで、フィニッシュまで行ってくれて、私たちスプーンスタッフにとってはもうドライバーはみんなもう速いと、もうここは確実に分かったよ、ただうちに足りないのって何だろうというところで、我々レーススタッフ集めて、ちょっと緊急ミーティングを開きまして、テーマはドライバーが1秒縮めるのがどれだけ大変かということをテーマに僕たちみんなで話し合いました。それで、その、ミーティングの後ですね、もうこの工場でもう毎日のようにピット作業の練習をするようになって、私がこうタイムを測って、タイヤチェンジ、給油、それぞれ練習に練習を重ねて、やっとトップチーム並みのピットワークができるようになったんですね。でそれを、今考えると、チームスプーンにとっては、ここが大きなターニングポイントだったかなと思っています。僕らも現場でメカさんと話してて、メカさんが手袋脱いだ時に血まめを作ってる方がいて、こんだけメカさんも頑張ってるんだったら、ドライバーももっと頑張んなくちゃいけないよねっていう、お互いに多分切磋琢磨できたのかなと思いますね。はい、第4戦鈴鹿は、山田さんもさっきおっしゃってたように、オートポリスの、セットが結構良かったんですよね。なので、鈴鹿ってすごくハイスピードで、テクニカルなサーキットなんですけども、まずはオートポリスのセットで持ち込んで、いけるかなと始めたんですけども、ところがやはり、鈴鹿は特殊なハイスピードで入り込むコーナーがあったり、もう本当テクニックが必要なコースだったので、セットアップはまた一から始めるという形で、やり直しました。僕ら若手2人は鈴鹿出身のドライバーで、鈴鹿はもう本当に死ぬほど走ってるんで、そういった中で鈴鹿の、なんとなくのいい方向のセットとかっていうのは、カテゴリー違いど他のところで他のカテゴリーに見つけてるんで、そこをフィードバックしながら、チームと一緒に成長できた、ここも大切な、一点だったのかなっていうふうに思いますね。車はタイム的にはそこそこ速いんですよ。他のやっぱりチームと比べても速いんですけど、羽がですね、すごいなんかみたいな速いんですけど、やっぱり羽がすごくってそれをなんとかしたいねっていうのがあったんですけど、でも羽をなくすと意外とやっぱり車のバランスがやっぱり良くなかったりしたので、バランスよく跳ねない車っていうのを探すのがすごいやっぱり苦労したなっていうのはありますね。5戦岡山はですね、シリーズで一番短い3時間レースなんですけども、3時間というと、ほぼほぼ結構スプリント的な、レースになるであろうと。でもう一つ、岡山の特徴として、日本のサーキットでブレーキが厳しいサーキットっていうのがありまして、一番厳しいのは茂木サーキットなんですね。でその茂木は、私たち ST2 クラスはお休みの回だったので、
茂木は走ったことはない。はい。で2番目にきついのが実は岡山サーキットで、ブレーキのきついサーキットという認識でまずサーキット入りました。それで木曜日のフリー走行から走行したんですけども、やはりブレーキのオーバーヒートっていうのが、常に問題としてあって、それを修理したり対策したりして、予選決勝に進んだわけなんですけども、予選はですね、三井君が、初めてスタートドライバー担当しまして、3時間のうちの、1時間20分ぐらい、走行して、でもうトップ争いをずっとしてたんですよね。前日走行の時からもうブレーキはきついっていうのがチーム全体で分かっていたので、ブレーキを極力使わないようにしないと3時間走りきれないっていうのがありました。なんでバトルしながらもブレーキをいたわりながら走ったんですけど、あともうちょっとで抜けるところ、ブレーキここ突っ込めば抜けるってところがあったんですけども、そこ行っちゃうと3時間走れないからちょっと我慢してっていう、ちょっとなかなかフラストレーションたまるレースであったんですけど、そのままいいポジション2位のまま山田さんに渡して、いいバトンは渡したのかなっていうふうに思います。じゃあそのバトンを受け取った山田選手。そうですね、三井君がやっぱり結構いいポジションで帰ってくれたので、ただもうその時点でブレーキのフィーリングは、あんまり良くないな、と思って、でコースに入った時に、トップで、トップだ、で、トップ入ったんですけど、もうちょうど、後ろからその2位の車がやっぱりいいペースで来て、でもなんとなくやっぱり自分が、コースに入った週だったので、若干ペースは遅いの分かってて、でも、抜かれはしなくって、その後はやっぱりちょっと引き離していけたんですね。なのでその時点でトップを走って、これもういけるよね、このままいけば多分、勝てるなっていうふうに思いながら、周回をずっと重ねてたら、ブレーキがやっぱりその悲鳴を上げて、多分その中で、自分のそのブレーキのいたわりっていうのが、若干足んなかったのかもしれないですけど、でも本当まだレース半分ぐらいの時点でそれだと絶対多分最後まで持ってなかったんじゃないかな。岡山よりももっときつい茂木っていうのがあるので、その岡山で悲鳴上げたら茂木なんて到底持たないよねっていうのがあるので、やっぱりそういうやっぱりそのパーツ自体がやっぱりもうちょっとグレードアップしなくちゃいけなかったんじゃないかなと思います。でオートポリス、鈴鹿、岡山と、これ何もなければ勝ててたレースなんですよ、絶対的に普通だったら絶対勝てるレースだったのを、何かしらのやっぱりトラブルとか、ミスとか、そういうのでやっぱり落としてるので、ちょっとねその辺はやっぱりもったいなかったなって今思えば思います。そうですね、今山田さんもおっしゃったように、第3戦、第4戦、第5戦はもう本当にいいペースでトップ争いしていながら、最終的にはリタイアとか表彰台登れず、もうみんな悔しい思いをしてて、で、岡山は終わって、次の富士まで3週間しかなかったんですけども、でも私たち、エンジニアメカニックとしてはまずはブレーキをもうドライバーが安心して乗れるように、そこだけはまずこの3週間で直して挑もうということで、もうできる限りの対策はして、まずサーキット入りました。で、いざ木曜日からフリー走行が始まりまして、まずはもうほぼ木曜日1日はブレーキの確認作業に当てたんですね。
走っては入ってチェックして走っては入って、はい本来は、木曜日から車のセットアップで入らなきゃいけないところなんですけども、まずはもうブレーキを確実にしてから走ろうということで、そこをクローズアップして入りました。しかし、それが大丈夫だろうと思った次の日の金曜ええ日が、天候不良で一番長い1時間半の走行枠が中止になってしまったんです。そうでしたか。そういうこともあり、ぶつけの予選にほぼなってしまった、そんな流れにまずなりました。ブレーキにものすごくやっぱりこう気を使ってもらって、ブレーキに関して言えば、いやいや全然問題なく素晴らしかったんじゃないかなって、岡山で感じられたようなブレーキのやっぱりこう違和感っていうのは全くなかったので、安心して戦いました。手応えも、三井選手いかがですか？そうですね、もうブレーキは何も違和感、本当に山田選手おっしゃる通り違和感なくいけました。ただやっぱりその前線で、ブレーキ抜けてるのを、見てたんで、仮にこの1コーナーで抜けても大丈夫なようにっていろいろ考えてましたけど、やっぱその前回の岡山の時に山田さんがブレーキ、ノーブレーキングの状態で、一番トップスピードで出るバックストレートからヘアピンにかけてなってかかった時に、そこをクラッシュせずにそこで乗り切るっていうのは、やっぱり山田さんさすがスーパーアタッカーだなっていうのは、富士走りながら思ってました。本当にそう思ってる？ I think seriously? めちゃくちゃ思ってます。いやいや、ブレーキ抜けた時は強く踏みやがってあいつとかってそう思ってたでしょ。あいつのせいでこうなんかいいんですよ、本音をお伝えして。本音でstrong in braking or something。無線原さんが山田さんやばいっぽいって言ってて、もうちょっとブレーキを上げたらどうですかっていうのは一言言っちゃいましたけど、I suggested something 大事ですよ、大事な一言。はい。それで富士の予選行きまして、決勝が始まりました。でスタートドライバーは小出君が担当したんですけども、ちょっとなかなか珍しいパターンなんですけども、4時間レースで2回の赤旗中断、そうでしたか。大きなクラッシュがあって、ガードレールの補修のために2回赤旗中断になってしまったんですね。でその中で、小出君も、三井君も、本当に、トップ集団ついていって、三井君は最終的にはもうトップ争いするところで、また赤旗が入ってしまって、そこから、残り28分で再スタートしました。で再スタート後、三井君と、ランサーもうずっとトップ争いにしていまして、でランサーもうちももう一回ドライバーチェンジをしなきゃいけないという縛りがあったので、もうここでおそらく両者ともにピットインのドライバーチェンジの速さで勝負が決まるかなと、そういう状況で僕らも予測してました。なるほど。で残り12分というところでトップ争い、トップを走っていたランサーがまず先にピットインをしました。で僕らチームスプーンは実はあと2周三井君に走る予定だったんですね。なんですけどもランサーが入ったその週に、富士の B コーナーで、クラッシュ車両が出たんですね。でその時点でもしかしたらFCY といって、フルコースイエロー出るかもよ、で三井君入れたらピット入ってって無線に伝えたんです、で三井君がおそらくあの時 B コーナーで無線が入ったと思うんだけど、その時に要は FCY っていうコーションが出る直前にピットに入らないとピットクローズになってしまう、そこを激走してなんとかピットインに間に合う、そうですね、その無線聞いて、もうそこからもうペースフルペースでいって、もうどうしようもフルペースで攻めてるんですけど、ずっと自分の中で不安があったんで、もう無線で頼む間に合ってくれ間に合ってくれみたいな、ずっと言ってて、ギリギリそれで本当に間に合って
今季いろいろ運がなかったとかいろいろありましたけど、初めて運が僕らの味方になってくれたなっていうのを感じましたね。すごく正直なところ残り時間がもう本当少なくって多分ダメだなこのペースでドライバー交代を普通にやって出ていっても多分普通だったらあの差っていうのは回らないんじゃないかなっていうのが正直言ってあったんですけど、このレースに関したらやっぱりこうフルコースイエローっていう、レースでのやっぱりこうルールによることによってオートポリスで逆に失ったことが逆の方に回ってきてくれたので、そっちが回ってきたなっていう感じで、自分は走ってて分かんないのでトップですよって言われた時はって感じで思いました。だってその前にも後ろにもライバルらしき車がいないのでっていうことは相当こう差がついた状態でのトップだったので、正直言ってびっくりしましたし、で一応そのトップでチェッカーを受けさせてもらって、でずっと無線で「いやみんなありがとう、もうみんなのどうのことざーっと話してたんですけど、誰も反応ないんですよ無線。ずーっと話しててもどうしちゃったんでしょう。聞いていたんです、いたんですけど、まずですねフィニッシュした時に、うちのチームの一番末っ子的な存在の三井君が、もう号泣して私がハッして、もうそれに私もつられまして、もう涙が止まんなくなってしまって、山田さんに答えるにも言葉が出てこなかったんです。という状況だったそうです、三井選手。そうですね、ちょっと自分でもびっくりする僕レースやって18年とか17年とかなんですけど、もう人生で一番嬉しかったって言っても過言でないぐらい勝って嬉しかったんですよ。涙止まんなくて、そのチームも全体的にもみんなちょっと泣き気味で、そんな山田さんがありがとうとか言ってる無線は僕は聞いてなかったんで、僕も、このチームの対応のせいで出そうになった涙が引っ込みました。僕も泣いていました。本当に最後の最後、最後のピット作業を見てて、これまでにないくらい完璧な流れだったんで、すごいなと、ここまで1年でここまで成長できるんだっていうのは、それを見た時点でちょっと僕の中でも勝ちを確信したというか、結果どうなるか分からないけど、これ勝ったら僕の中で勝ったなというふうに感じます。やっぱり最終戦っていうのは、ピットワークも、完璧だったですし、ドライバーのタイムも完璧だったですし、全てのスタッフ、全てのドライバーがノーミスで完璧にこなしたんですよね。ですので先ほど最初にあったように今年のレース出る目的っていうのは、このチーム力、メカニック力っていうのをレベルアップさせるっていうところだったので、そういう意味でみんなの成長を見れたっていうのが一番良かったところかなと思います。勝つっていうこと自体は、最終的についてくる結果なのかなとは思うんですけど、僕がさっきからすごい感動したって言っているピット作業だったり、そういったところが完璧だったっていうところは、みんな感じるものはあったと思うんですよね。だからそういった自分の中に起こってくる感動っていうものが、自分の中に生まれたものをお客さんにも伝えていったところで、それが今後の活動だったり製品に反映されていくのかなっていうの意味ではすごく大きな意味があったのかなと思います。なるほど。さあ、田口さん、早速ですけれども、このシーズンを通して全体的な感想を教えてください。はい、とても大変でした。でもとても楽しかったです。入社以来レースの現場に行くことは何度かあったんですけれども、
ほぼ経験がないに等しい状態だったので、常に原監督にいろいろ聞いてばかりの1年でした。そんな中でトラブルもそれなりに発生したと思いますけれども。トラブルばかりで本当に大変でした。ただエンジン、ミッション、ブレーキと、大きなトラブルは一通り経験できたと思います。で逆にメカニックはそのトラブルをある意味楽しんでいたのかなとは思います。そんな中で、特に一番苦労したっていうことは何でしょうか。はい、本当にトラブルが多くて、タイプ1に戻って車両のメンテナンスだったり、あとはその対策を練るのにとても時間をかけてしまいました。でそれが結果的にタイプ1の作業を希望されるお客様の予定をうまく入れられなかったりだとか、お待たせしてしまったところが苦労したところでもあり、お客様に迷惑をおかけした部分かなと思います。はい、では最後に田口さんにお伺いしたいんですけれども、昨年シーズンから得られた来シーズンへの課題が何かあるなと思えば教えてください。はい、まだまだ本当に各工程で課題ばかりです。ただ本当に僕らもまだ FL5 っていうシビックを知れてない部分が非常に多いです。でそれをより多く知ることで、それは本当にタイプ1の普段のサービスに直結する部分なので、より各精度を上げてタイプ1の作業につなげられればなと思います。そうですね、まさに、スプーンの昔からの考えであって、何のためにレースに出てるかというと、やはりこの過酷なレースを経験することで、やっぱり一般道で走るのとは全く違う、予測もつかないトラブルが発生するんですよね。そのトラブルが発生した時に、どのように対策をして、どのような技術を投入して、どのように製品を作るか、車を強くするか、そういうのがやっぱり一番レースの場として適している。なので私たちは本当にレースを通じて、例えば今このデモカーで言いますと、クレーンネックウィングだったりリップスポイラーっていうのは、実際に、風洞でテストをして、効果、をもう数値化して、そういった形で作り上げていくんですね。これはまさにこの S 隊に出るために、作り上げたものです。あとですね、今回レースで一番効果が大きかったのは、エアローボンネット。ちょっと今このデモカーにはついてなくてレーシングカーについてるんですけども、この FL5 っていう車は、本当にレースレベルでいうと、グリルから風が入るんですけど、エンジンルームからの抜けがちょっと少ない、イコール水温だったり油温がすごく高い車なんですね。その対策として、抜けが大きいダクトのついたボンネットを第2戦から投入しました。でそのボンネットの効果でいうと、他の FL5 を使っているレースチームっていうのはやはりそこまで、水温、イオンを下げることができなくて、エンジンオイルクーラーっていうのを皆さんつけてるんですね。ただ、スプーンの考え方としてオイルクーラーをつけるとやはりオイルラインが長くなってしまって、オイルプレッシャーがスポイルされてしまう、そういうリスクがあるので、極力昔からエンジンオイルクーラーはつけずに来たんです。でそのボンネットをつけたことでオイルクーラーをつけずに今シーズン戦えることができた、それはまさにそのボンネットの効果だったかなと思います。もう一つ大きなパーツは、先ほど言いましたように富士24時間で、ミッションを2回グローさせてしまった、もうこれは、今年ですね、今年の24時間
これじゃもう戦えないということで、実はそのミッションブローした24時間が終了した直後からはい強化ギアの開発に入りました。はいで実はその、今年の第4戦、第5戦、第6戦で、主催者にその強化ギアの承認を得て、実は3戦無交換でミッションを継続して、はいまあ、どこで壊れるかっていうのを、まあ、このレースのはい現場を利用させてもらってテストしました。で最終戦が終了して、まあ、レースカーが工場に帰ってきてミッションをチェックしたところ、もうまだまだいける状態であることを確認して、で実際走行距離でいうと、24時間を走り切る、大体まあ4000キロぐらいなんですけども、まあ、4000キロオーバーしても全然まだいけるっていうギアが、まあ、完成した。あと一つですね、リジカラーという製品があるんですけども、実はこの国内のスーパー耐久レースのレギュレーションでリジカラを使用して OK というレギュレーションになりまして、でもちろん私とこのチームもそうですし、あと他のクラスの、チームもリジカラを今徐々につけてくれている車が増えているので、もう最終的には全ての車装着してほしいなと思っております。3月から、今シーズンが開幕するわけなんですけども、まずそれまでにですね、岡山でトラブルのあったブレーキ、これは実は富士では完全解決には至ってないので、そこを、まあ、バージョンアップするものを今もう制作に入っております。これを開幕から使う。それでは皆さん、長いお時間本当にありがとうございます。これをもちましてスプーンコレクション2025特許終了させていただきます。ありがとうございました。